皆さん、こんにちは。日本語の旅へようこそ。この動画では、日本の文学作品を朗読しています。100年くらい前の作品が多いので、昔の言葉や難しい言葉があります。それらを簡単な言葉に変えて、聞き取りやすいようにゆっくり読みます。すぐに物語を聞きたい人は、概要欄の目次をクリックして先に進んでください。また、読むスピードが遅いと思う人は、YouTube の設定で好きな再生速度に調整してくださいね。今回の物語は、児童文学作家、岩谷さざ波の作品です。岩谷さざ波は、近代児童文学の生みの親と呼ばれる人。1890年代に子供向けのおとぎ話をたくさん発表しています。その中から今回は鐘の鳴る木を朗読します。お鐘が鳴る木。家に一本植えておきたいですね。さて、どんなお話でしょうか。どうぞ最後までお聞きください。鐘の鳴る木。岩谷さざ波。鐘の鳴る木と昔からよく言うが、一体どんな木だろうか。まだ見たことがない。何にしても貴重な木だ。なんとかして一本欲しいものだ。と考えたのは、太郎、次郎、三郎の三人の兄弟でした。三人はいろいろ考えた挙句、こういうお金のことは大黒様が一番だ。あの方にお願いしたら、きっとご利益があるに違いない、と考えました。そして三人の兄弟は、近所の大黒様のお堂へ行き、そこに27日の間こもって、南無大師の大悲の大黒天、どうぞ鐘の鳴る木をくださいますように、と一生懸命にお願いしました。するとその最後の日に、本尊の大黒様が、三人が拝んでいる前へ、ニコニコとお出ましになりました。大黒様は、ぜんざいぜんざい雑煮におしるこ、おまけに羊羹、萩の餅を、棚から受けて食うように、甘いことを願うやつらだ。だが、せっかくの願いだから、いかにも、鐘の鳴る木をやろう。それ、これを持っていけ。と言いながら、三人の前へ大きな金の玉を一個ずつ細槌から振り出しました。そしてそのまま消えてしまいました。
後で三人は、ああ、ありがたい、かたじけない、と、それぞれにその金の玉を大事にいただいて帰りました。でも、この丸い金の玉がどうして鐘の鳴る木なのか、その理由がわかりません。そこで三人はまた相談しました。太郎が、大黒様がくださったもので、これが鐘の鳴る木なら、このまま大切に持ってさえいれば、一生お金に困らないのだろう、と言いました。次郎はそれを聞いて頭を振り、いや、いくら鐘の鳴る木だって、ただ大切に持っているだけじゃ、何の役にも立ちはしない。これは使うのがいいのだ。で、いくら使っても使っても、少しも小さくならないというのが、鐘の鳴る木のありがたいところだろう。と言いました。三郎はしばらく考えていました。が、やがて膝をポンと打って、いや、わかった。これはお金の種だ。大黒様がああおっしゃったのは、今にお金がたくさんなる木の種だということだろう。いくら大黒様だってはじめから鐘の鳴る木をくださるわけがない。まずこの種をくださって、あとは三人の考えで鐘を鳴らせてみろというおぼし飯に違いない。とこう言って聞かせました。でも太郎も次郎も、そんなことがあるものか。鐘の鳴る木をやるとおっしゃるからには、これがその木に違いないとも。と、少しも三郎の言うことを聞きません。それぞれに自分の意見を通そうとして、とうとう三人は別れ別れになりました。三郎はこの種を地面へまいて、早く鐘の鳴る木にしなければならないと考えました。でもそれにはどこが一番いいだろう。普通の畑へまいたらカラスがほじくりに来るだろうし、かといって庭の隅では犬が掘り返してしまう。山の影か、川の岸か、さてどこがいいだろう。と何度も考えているうちに、ふと近所の銀山の穴を思い出しました。そこは銀を掘り出す穴で、世の中で使うお金が常に出たり入ったりする大きな穴です。だからあそこへ種をまいておいたなら、きっと早く芽が出るだろう、といういい考えが浮かびました。やがて三郎は鐘の鳴る木の種をその銀の穴へ持って行って、うまく
まいておきました。すると案の定、その種はあっという間に芽を出して、それから間もなく幹が伸び、枝が生え、葉が茂りました。その後すぐに、はじめの種のような金の玉がいくつもいくつもピカピカ光ってなりました。いやあ嬉しい。これでこそ本当の鐘の鳴る木だ、とその実を取っては同じように銀の穴へ巻きます。するとそこからまた同じように幹を出し、枝を生やして、やがて金の玉が鳴り始めます。それを取ってまた巻けば、すぐまた木が出る。こうして丹精込めて巻くうちに、はじめはたった一つだった種が、合計1000本ほどになりました。こうなると三郎も以前の三郎ではありません。鐘の鳴る木の三郎大臣と世の中の人に羨まれるような偉い大金持ちになりました。しかしそれに引き換え、兄さん二人はいつまで経っても元の通りで少しもお金ができません。とうとうしまいには暮らしていけないほどになって、三郎のところへ物をもらいに来ました。その時に訳を聞いてみました。一番上の兄の太郎は、鐘の鳴る木の種をもらって、ただこれさえ持っていれば、生涯お金に困らない、と思いました。うっかりして損してはいけない、他人に取られてはならない、と大事に綿で包んで、さらに二重の箱にちゃんと入れて、蔵の奥へしまっておきました。しかし、そればかりをあてにして、少しも仕事に力を入れませんでしたから、だんだん貧乏になりました。しまいにはどうすることもできず、やっと初めて目が覚めて、その金の玉を出してみました。すると、いつまでもしまってばかりおいたので、真っ青に錆びてしまい、もう何の役にも立ちませんでした。それから二番目の兄さんの次郎はどうしたかと言いますと、これはまた鐘の鳴る木だから大丈夫だ。いくら使っても困ることはない。と、あの金の玉を削っては使い、削っては使い、とうとうすべて使い切ってしまったのです。そこで三郎は二人によく言い聞かせて、自分の家になっている金の種を一つずつやりました。今度は太郎も次郎もしまってはおかず、またむやみに使いもせず、
みんな三郎がしたように銀の穴へ巻きました。すると、あっという間に芽を出して、それから実をつけ、枝を生やし、やがて立派な金のなる木になって、この二人も三郎のような大金持ちになりましたとさ。めでたしめでたし。いかがでしたか？もし皆さんが金のなる木の種をもらったらどうしますか？よかったらコメント欄やアンケートで教えてくださいね。ところで、実は私の家には金のなる木があるんです。本当の名前は、淵紅弁慶や花月という多肉植物ですが、わかりやすい金のなる木の名前で知られています。今は40センチくらいの高さで、まだ花は咲いたことがありません。もっと大きく育って花が咲いたら、私も大金持ちになれるかも、なんて思いながら育てています。丈夫で育てやすい植物なので、皆さんも育ててみてはいかがでしょうか。最後までお聞きくださりありがとうございました。この動画が良かったら、ぜひグッドボタンで応援してくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。